せーの。エヴァンゲリオンのロンギヌスの槍の作り方始まるよ。こんにちは、コスプレイヤーの逆山だ。今回はエヴァに登場するロンギヌスの槍を作ってみました。ご覧の通り非常に長いです。全長約3メートルあります。このロンギヌスの槍、リクエストで結構もらってたんですけど、この辺の構造がややこしくてね、どうしようかなかなか思いつかないもんで、ちょっと避けた部分はあるんですけどね。逃げちゃダメだ、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 逃げちゃダメだ。やります。僕が作ります。ということで今回作ってみました。というわけで早速みんなで作りましょう。工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので、複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃のパーツを切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。100均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。COS ボードという材料から一通りのパーツを切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、一部のホームセンター、Amazon や楽天で買えます。型紙を使って切り抜きます。型紙のリンクは動画の説明欄にあります。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートやコスプレボードといった他のボードでも代用できます。各種ボードの販売店などを動画の説明欄にまとめてあります。まずは穂先の芯材を作ります。直径 4mm の針金を切ります。普通の工具ではとてもじゃないが切れない硬さなので、お店で切ってもらうのがいいと思います。僕は普通じゃない工具を持ってますので、それで切ります。まっすぐに伸ばします。このように万力で挟んで左右を調整していくとやりやすかったです。続けて園芸用の棒を使います。畑などで使われている棒です。ホームセンターや100均で買えます。ニッパーで程よい長さに切ります。中身は鉄の棒が入っててとても丈夫です。軽量化のためにいらない皮を剥きます。瞬間接着剤で園芸用の棒と針金を組み合わせます。型紙を参考にして組み合わせてできた棒を曲げていきます。工作用紙から切り出した刃に細く切った COS ボードを縁取りしていきます。一通り縁取りすることができました。その内側に加工して作った棒を接着します。棒を仕込んだので、もう一枚の刃を上に接着して蓋をしてしまいます。針金部分を曲げて角度をつけます。端に鉄板などを置いて、手で押して曲げるとやりやすいです。COS ボードのパーツを加工します。角張ったままだとちょっとおかしいので、まずは角をカッターナイフで削ぎ落としてしまいます。この後、溝を掘るので、溝を掘る位置を型紙を使ってマーキングしていきます。マーキングを参考に薄く切れ目を入れます。そして切れ目を浮かしてカッターナイフで削ぎ落としていきます。端まで一通り削ぎ落とします。できた溝に瞬間接着剤で針金を接着します。COS ボードの部分を曲げて螺旋状にしていきます。なかなか硬いので結構時間がかかります。ただ曲げるだけではなく、綺麗に曲げないといけないので、焦らずゆっくり作業していってくださいね。そしてもう一枚の穂先も同じように加工します。うまく二重螺旋になるように調整します。柄の部分は水道パイプを使います。水道パイプはホームセンターで買いました。水道パイプの端にこれまで加工してきた穂先を瞬間接着剤で接着します。続けてもう一枚の方も接着して螺旋状態を再現していきます。園芸用の棒を短く切ります。切った園芸用の棒を
螺旋の内側にグルーガンで接着します。これは強度保持のためにやっております。穂先は狭まっているイメージが強いので、釣り糸を巻いて狭めます。釣り糸は100均で売ってるやつで OK だよ。釣り糸がずれてこないように瞬間接着剤で固定しておきます。ところどころ隙間ができているので、隙間にグルーガンを盛り付けて埋めていきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で買うことができます。目標をセンターに入れてスイッチしてください。これにて穂先の組み立ては完了だよ。次は絵を作るよ。逆ヨガ。他にもいろんな動画があります。この動画の後にぜひいろいろ見てってくださいね。COS ボードの帯をたくさん作ります。ゼルウェルの伸ばした腕みたいですね。カッターナイフで角を落としていきます。5メートルあるので大変でした。加工した帯を2枚接着していきます。一通り接着し終わりました。まずは元々あった穂先の端に接着します。そして巻きつけながら接着していきます。ちなみに瞬間接着剤を多用してますが、100均のやつで OK だよ。僕はいつも100均の棚が空になるほど一気にまとめ買いしてます。そんなこんなで端まで貼り終わりました。この後の塗装のしやすさと最終的な保管の時のことを考えて、一度ここで切ってしまいます。ノコギリを使って2つに切ります。というわけで組み立て完了。次は塗装です。残り62秒で蹴りをつける。逆ヨガ。動画の補足情報や型紙データ、作業時の注意点などをサイトでまとめてます。これから作る人は必ずサイトを見てくださいね。サイトのリンクは動画の説明欄にあるよ。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで灰色に全体を塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。真っ赤に塗り上げていきます。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。筋になった部分にマジックで線を引いて目立たせます。逆ヨガ。Twitter やサブチャンネルも見てね。ジョイント用の棒を作ります。園芸用の棒をカットします。そして厚みを出すために瞬間接着剤で COS ボードを接着します。作った棒を使ってジョイントします。ジョイントが完了したらこれにて完成です。全長は290センチ。重量は 1.1 キロとなります。制作時間は14時間。材料費の目安は2000円となります。作り方に関して質問があればコメントでお気軽に書き込んでくださいね。ところで君たちはこの動画を見て作る気になったか？作るなら早くしろ！出なければ帰れ！あれ、もしかして僕今回の動画めっちゃ滑っとる？こういう時どういう顔したらいいかわからへんて？笑えばいいと思うよ。パターン青、使徒です。逆ヨガ、ドグマを降りて槍を使え。目標確認、誤差修正よし。カウントダウン、入ります。8、7、6、5、4、3、2、1、0。目標消滅。ロンギヌスの槍は大中通速度突破。現在月々でよろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。では次回もサービスというわけで今回はエヴァのロンギヌスの槍でした。ちなみに僕ですがエヴァ直撃世代です。ちょうど高校生の頃エヴァがめっちゃ流行ってて劇場版とか何度も見に行きました。もうすぐ新エヴァンゲリオンも公開されるし楽しみですね。